最も優れたジハードの種類、武力によるものか、論証によるものか。問い。最も優れたジハードとは何でしょうか。武力手と剣によるジハードでしょうか。それとも、論証、フッジャを用いてアッターの道へ招き、宗教を守るジハードでしょうか。イブン・アルカイム・アッターの辞表は次のように述べています。ジハードには2種類ある。第1は、手と槍、武力によるジハード。第2は、論証、フッジャと明快な説明、バヤーンによるジハードである。後者は使徒に従う選ばれし者たちのジハードであり、その益の大きさ、労苦の激しさ、そして敵の多さゆえに、二つのうちでより優れたジハードである。アッターは聖クルアーンの中でこう煽っています。もし我、アッターが欲したならば、すべての村に一人の警告者を使わしたであろう。故に、不審心者たちに従ってはならない。これ、クルアーンをもって、彼らに対し、偉大なるジハード、奮闘を挑むのだ。フルカーン章51から52節。論証と説明によるジハードは、不信仰を解く者たちの心にとって最も過酷なジハードです。それは大軍よりも彼らの心を追い詰めます。なぜなら、それによって彼らの嘘が暴かれ、その疑惑が論破されるからです。真理を貫く論証によって自らの主張が打ち砕かれることほど、不信心者や虚偽を広める者たちにとって屈辱的なことはありません。大軍は敗れることがあっても、正しい論証が敗れることは決してありません。それは完全な武装や多勢よりも、人々を真理へと導き、宗教を勝利させる力を持っています。腐敗した思想を論破することは、宗教を知らしめ広め、不信仰を鎮めて退けるための手段であり、これこそが人たちがもたらした究極の目的です。ジハードの偉大なる褒章。アッターの大元におけるジハードの褒章は計り知れません。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは次のように問われました。アッターの道におけるジハードに匹敵するものは何ですか。預言者は、あなた方には、それを成し遂げることはできませんとお答えになりました。人々が2、3度同じ質問を繰り返しても、その都度同じようにお答えになり、3度目にこう仰いました。アッターの道におけるムジャーヒド、奮闘する者の例えは、アッターの印、クルアーンを唱えながら断食し、礼拝し続け、決して断食も礼拝も休むことのないもののようである。サヒーフ・ムスリム第1807を箱。このようにジハードの褒章は莫大であり、逆にアッターの道におけるジハードをおろそかにすることを、クルアーンは、破滅、自滅と呼んでいます。アッターは仰いました。アッターの道のために、財を施しなさい。自分自身の手で、自分を、破滅に投げ入れてはならない。牛章195節。アブー・アイユーブ・アル・アンサーリー、アッターが彼を喜ばれますようにはこの、破滅についてこう解説しています。破滅とは、財産やその維持にのみ執着し、ジハード、アッターの道のための活動を放棄することである。つまり、自分の能力の及ぶ限り、アッターの道への招きや宗教を守る戦いの場を離れ、現世、ドゥンヤーの物事に埋没してしまうことこそが、真の破滅なのです。ムスリムが真理の防波堤に立つことの容易さ。ムスリムがイスラームを守るための最前線、サグルーに立つことは、いかに容易なことでしょうか。財産や時間を提供して布教活動、ダーワに貢献したり、宗教知識を学んで人々をアッターへと導いたりすることは、決して難しいことではありません。布教のために新しい言語を学んだり、動画編集、モンタージュの技術を習得して活用したりすることも同様です。また、知識を志す学生、ターリブ・イルムを支援したり、布教のために言語を学ぶ人を援助したりすることも、すべてはジハード、奮闘に含まれます。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。アッターの道における戦士を支援し、装備を整えた者は、自らも戦いに参加したのと同じである。サヒーフ・ムスリム第1895番。想像してみてください。もしアッターがあなたを通じて一人の人間を正しい道へ導かれたとしたら、預言者はこう仰いました。人々をイスラームへと招き、彼らの義務を伝えなさい。アッターにかけて誓うが、あなたを通じて一人の人間が聖堂へと導かれることは、あなたにとって、当時最も高価だった赤いラクダを手に入れるよりも優れたことなのだ。サヒーフ・アルブハーリー第2942番。一人の人間を導くことは、現世とその中にあるすべてのものよりも価値があります。聖クルアーンにはこう記されています。アッターの道へと招く者よりも、優れた言葉を語る者がいようか。フッシラ章33節。アッターの道へ招くこと以上に素晴らしいことはありません。布教における知識と知恵、ヒクマ。
しかし、布教を行う前には、確かな根拠、バシーラに基づいて導けるよう、アッターの宗教を学ばなければなりません。アッターは仰いました。なぜあなた方は、知識もないことについて議論するのか。イムラーン章66節。知識のない事柄について語ったり、議論したりすることは許されません。また、布教者には広い心と、疑惑を持つ者や真理を探求する者に対する優しさが求められます。ファラオに優しい言葉で語りなさい。彼が反省し、あるいは、神を恐れるようになるかもしれない。章44節。厳しさや粗暴な態度は、相手の反抗心を煽り、誤った信念を固執させてしまうだけです。布教には、知恵、ヒクマ洞察、バシーラ、忍耐、サブルーが必要です。疑惑に対する注意と規律。布教には慎重さも必要です。疑惑を広める者や虚偽を説く者たちのために、無償で宣伝活動をしてしまうような愚かな真似は避けなければなりません。ある無神論者たちは、彼らへの反論が行われたことで、かえって有名になり拡散してしまった例があります。これには十分に注意しなければなりません。例えば、一般大衆の前で無神論者と公開討論を行うことは正しくありません。人々の心は、時として奇抜なものや歪んだものに惹かれてしまうことがあるからです。なぜ、人々の清らかな天性、フィトラをそのような危険にさらすのでしょうか。腐敗した思想というものは、関係のない人々の間で議論すべきではなく、その思想に影響を受けている者や、放っておけば広まる恐れがある者の間でのみ議論されるべきです。誰彼構わず討論を挑み、虚偽の宣伝を手助けしてしまうことは大きな問題です。イマーム・アッタルカーイーはこう述べています。ムスリムにとって、革新主義者、ムブタディューと議論すること以上に大きな災いはない。先人、サラフたちが彼らを相手にせず、彼らの異端、ビドアを広める隙を与えなかった時ほど、彼らが屈辱を感じ、力を失ったことはありません。しかし、増長した者たちが議論という形で彼らに道を開いてしまったため、彼らの疑惑が、それを知らなかった知識人や一般人の耳にまで届くようになってしまったのです。したがって、アッラーへの道に招く際には知恵が不可欠です。また、人々の前で回答すべきなのは、すでに広く浸透してしまった疑惑に対してのみです。それ以外の死んだ疑惑は、そのまま死なせておくべきです。そして、布教者はフォロワーに対し、誤った思想や疑惑に耳を貸さないよう指導しなければなりません。アッターは仰いました。アッターは、経典の中であなた方に下された。アッターの因が拒否され、愚弄されるのを聞いたなら、彼らが他の話に移るまで、彼らと一緒に座ってはならない。さもなければ、あなた方も彼らと同じになってしまう。婦人章140節。革新主義者、ムブタデューや腐敗した者との交わりを避ける。疑惑を広める者や腐敗した思想を持つ者たちと親しく交わってはなりません。彼らと席を共にし、深く関わることは避けてください。なぜなら、彼らがあなたの心を汚し、あなたがすでに知っている真理を混乱させる恐れがあるからです。イブン・クダーマ・アッターの辞表は次のように述べています。先人、サラフたちは、革新主義者、ムブタデューと共に座ること、彼らの書物を読むこと、そして彼らの言葉に耳を傾けることを禁じていた。腐敗した思想や疑惑は、時間の経過とともに、心の中に悪魔の囁き、ワスワスや迷った想像力を引き寄せます。イマーム・アッツァハビーは、イブン・アッターワンディの伝記の中でこう記しています。彼は無神論者たちと行動を共にしていた。それを咎められると、彼らの主張を知りたいだけだ、と言っていたが、結局は自らも無神論者となり、宗教と信仰を攻撃するまでになってしまった。多くの人々が、不信仰や疑惑を広める者と共に座ることを禁じた神の命令を守らず、自らの知識の乏しさや欲望、ハワーに負けて影響を受けてしまいました。中には、一つの疑惑によって信仰を失ってしまう者さえいます。ムスリムが、自分の持つ最も価値のある、信仰を、なぜこのような危険にさらすのでしょうか。確かに、あらゆる疑惑には回答、論破が存在します。しかし、あなたの心が迷い出す前に、その回答にたどり着けるという保証がどこにあるのでしょうか。だからこそ、最初から疑惑を持つ者たちの言葉に耳を傾けることが禁じられているのです。スフィヤーン・アッサウリー・アッターの辞表は言いました。革新ビドアーについて耳にした者は、それを仲間に話してはならない。彼らの心にそれを投げ込んではならない。ザハビーはこの言葉を引用し、次のように付け加えています。先人の指導者たちの多くは、の警告を支持している。なぜなら、
人の心は弱く、疑惑は心を引っさらうものだと考えているからだ。もしムスリムがこの教えを実践すれば、疑惑を広める者たちは自然と消滅していくでしょう。彼らの商売は、彼らの疑惑を広めたり、彼らの集まりに出席したりする無知な人々によって成り立っているからです。結論、最高の取引。人々に宗教を教え、その信仰、アキーダを正し、イスラームへと招くこと。そして無神論の疑惑や腐敗した思想に論理的に反論すること。これらすべては、アッターの道におけるジハード、奮闘の偉大な姿です。これらはすべて、善と祝福の門です。アッターは聖クルアーンの中で煽っています。実にアッターは、信者たちからその生命と財産を買い取られた。その代償として、彼らには楽園、ジャナーが約束されている。彼らはアッターの道のために戦い、殺し、また殺される。これはタウラート、律法、インジール、福音、そしてクルアーンに記された真実の約束である。アッターよりも約束を忠実に果たす者が他にいるだろうか。故に、あなた方が結んだその取引を喜びなさい。それこそが偉大な勝利である。介護書111節。アッターの宗教を守る、人生最高の契約。アッターの宗教、イスラームを守るために誓いを立てる者よ。喜びなさい。これこそが人生における最大の取引なのです。人々にアッターの道を説くこと、ダーワは歴代の預言者たちの職務であり、彼らに誠実に従った人々の道でもあります。人が自らの主、預言者、そして宗教を正しく知ったならば、兄弟たちを救うためにアッターの道へと招く努力をすべきです。その先にある良き知らせを確信しましょう。アッターの援軍と指示を信じてください。聖クルアーンにはこう記されています。我、アッターは、現世においても、証人たちが立つ日、審判の日においても、必ず我が人たちと信仰する者たちを助けるであろう。ガフィール書51節。アッターを助ける、アッターの道のために尽力するならば、主はあなた方を助け、その足場を固めてくださるであろう。ムハンマド書7節。また、この地上には審判の日が来るまで、アッターの宗教を守り続ける人々が絶えることはありません。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。我が共同体ウンマーの中には、真理の上に立ち、勝利を収め続ける一軍が常に存在する。彼らを見捨てる者がいようとも、アッターの命令、終末が下るその時まで、彼らが損なわれることはない。真理のために戦う者たちは、最後まで勝利し続けるのです。我が軍勢、アッターの軍勢こそが、必ず勝利を収めるのである。アッサー・ファート書173節。最高の利得、真理の用語。アッターの道へと招き、虚偽を説く者たちに反論し、捏造された疑惑を暴くこと。これこそが、労せずして得られる最高の利得、ガニーマです。これこそが、私たちがアッターの宗教に対して負っている義務なのです。あなた方がアッターとその使徒を信じ、彼、使徒を助け、敬うために。勝利書9節。預言者を、助ける、ターズイールとは、彼の宗教を勝利させ、そのメッセージをあらゆる捏造や攻撃から守ることを意味します。ですから、あなたもアッターの道へと招く、布教者、ダーイーの一人になってください。信仰する者たちを、アッターの助っ人、アンサールとなりなさい。行列書14節。たった一言でも、一つの行動でも、あるいは誰かを導くための祈りでも構いません。アッターの宗教のために、その力を尽くしましょう。